こんにちは、桜井です。今回は2025年8月第5週の暗号資産ニュースを投資家目線で一気にまとめてお届けしていきます。この1週間はビットコインが急落したかと思えば、イーサリアムには過去最大級の資金が流れ込み、XRP やドージコインには ETF 関連のビッグニュースが連発しました。短期の値動きに振り回されがちな相場だからこそ何が本当に起きていたのか、その背景にどんな意味があるのか、これを冷静に整理していくことが重要です。この動画では1週間の主要トピックを時系列ではなく投資家にとって意味のある順番でお伝えしていきます。価格の上下ではなくその裏側にある動きを知ることで次の判断に活かせるヒントがきっと見つかるはずです。ぜひ最後までご覧いただき今後の投資判断にお役立てください。それでは早速今週の暗号資産市場の全体動向から見ていきましょう。今週の暗号資産市場は全体としてアルトコイン主導の成長と ETF による資金流入、これが大きなテーマとなりました。まず暗号資産全体の時価総額は8月25日時点で4兆ドルを突破し、その後やや調整はあったものの月末時点でも約 3.8 兆ドルと高水準を維持しています。取引高は連日4000億ドルを超える日が続き、投資家の関心が高まっていることがわかります。一方でビットコインのドミナンス、いわゆる市場支配率は徐々に低下し、アルトコインへの資金流入が加速しています。投資家心理を示すフィア&グリッドインデックスは63と先週に比べて上昇し、市場がやや強気に傾いているということを示しています。ビットコインはフラッシュクラッシュによって一時11万ドルを割り込みましたが、イーサリアムには ETF 経由で記録的な資金が流入しました。さらに XRP やドージコインといった主要アルトコインにも ETF 関連のニュースが相次いで報じられ、注目度が一気に高まっています。つまり今週はビットコインだけではなく複数のアルトコインが市場を牽引する展開となりました。これまでにない多極型の成長フェーズに突入しているとも言えるかもしれません。それではここからはそれぞれの銘柄についてより詳しく見ていきましょう。まずは今週最も不安定な動きを見せたビットコインの動向からお伝えします。今週のビットコインはまさに波乱の展開でした。8月の後半の相場では一時的に11万ドルを割り込むフラッシュクラッシュが発生しました。この背景には大口投資家によるおよそ 24,000BTC ドル換算で約3億ドルの売却があったとされており、これによってレバレッジをかけていたポジションが次々と清算されました。結果としてわずか数時間で5億5000万ドル以上の資金が市場から吹き飛び、市場には一時的なパニックが広がりました。ただし注目すべきはその後の動きです。11万ドルを下回った水準で再び買い支えが入り、価格は11万1000ドルから11万3000ドルのレンジで安定を取り戻しています。また JP モルガンが発表したレポートではビットコインのボラティリティが今年初めの 60% から 30% に低下したと指摘されています。これは金と比べても割安な水準とされており、機関投資家が再び注目し始めている兆しと捉えられることもできます。テクニカル的には10万ドルから10万7000ドルのゾーンがサポートラインとして意識されており、この水準を守れるかどうかっていうのが次の上昇の起点となりそうです。短期的には引き続き慎重な相場が続きますが、中長期では ETF や金利政策といったファンダメンタルズが再び強気の流れを作る可能性も十分にあります。それでは次に今週最も資金が集まった通貨イーサリアムの動向について見ていきましょう。今週最も注目を集めたのがイーサリアムです。価格は一時4900ドルを突破し、その後は4400から4600ドルの間で推移しています。短期的な調整も見られましたが、全体としては非常に強い動きを維持しており、他のアルトコインを牽引する存在となっています。特に話題になったのが
ETF を通じた資金流入です。過去5日間だけでおよそ1億8000万ドルの純流入があり、これは同期間のビットコイン ETF の10倍に達する規模です。企業や機関投資家がイーサリアムを本格的に保有し始めており、ETF だけではなく、ステーキングや自社ウォレットでの保管も進んでいます。こうした動きに拍車をかけているのが、イーサリアムの技術進化です。5月に実施されたペクトラアップグレードでは、ステーキングの上限が32イーサから2048イーサに引き上げられ、機関投資家がより大きな規模でステーキングに参加できる環境が整いました。さらに11月には、不差価アップグレードが予定されており、これによってスケーラビリティ、セキュリティ、そしてネットワークの効率性がさらに強化される見通しです。現在、上場企業によるイーサの保有額は過去最高を更新しており、ETF の資金流入もここ3ヶ月で約3倍に拡大しています。価格だけを見れば一時的な押し目もありますが、ファンダメンタルズでは確実に強気の流れが形成されていることがわかります。それでは次に、今後の展開が最も期待されている銘柄の一つ、XRP の動きについて解説をしていきます。今週の XRP は価格帯としては 2.9 ドルから 3.1 ドルの間で安定した推移を見せながらも ETF に関する注目度が一気に高まった1週間となりました。まずアメリカでは Wisdom Tree やグレースケールなど複数の大手運用会社が XRP の現物 ETF の申請を進めており、ポリーマーケットの予測市場では承認確率が 87% と非常に高い水準にまで達しています。さらに日本では SBI ホールディングスがビットコインと XRP を組み合わせた ETF を申請したことが大きな話題となりました。これには XRP にとって国内外の機関投資家の資金が流れ込む新たな入り口になると期待されています。仮にこの ETF が承認されれば最大で10億ドル規模の需要が生まれるとも言われており、価格面にも大きなインパクトを与える可能性があります。また企業の保有も進んでいます。例えばアメリカの農業テック企業のナチュアミラクルは2000万ドル相当の XRP を資産として組み入れることを発表し、XRP の信頼性が高まっていることを示しました。技術面でも動きがあります。XRP の基盤ネットワークである XRPL では大型アップデートの実装が予定されており、接続性や対障害性の改善が進められています。さらに、イーロン・マスクさんが展開する X の決済機能に XRP が採用されるのではないかという期待もコミュニティの盛り上がりに一役買っています。テクニカル的には 3.07 ドル付近を明確に上抜けすることができれば、さらにもう一段の上昇が視野に入ってくるという見方も出ています。つまり XRP は価格こそ大きく動いていないものの ETF、企業導入、ネットワークの進化といった中長期的な材料が揃い始めており、投資家からの注目度が高まり続けている状況です。それでは次に今週も様々な話題を提供してくれた同時コインの動きを見ていきましょう。はい。では、ここからは同時コインについて見ていきます。今週の同時コインは価格としては 0.22 ドル前後で推移し、直近24時間ではおよそ 2.5% の上昇となりました。目立った急騰はないものの、全体として安定した動きが続いており、市場からの注目度はむしろ上がってきている印象です。まず注目されたのは、グレースケールが申請した同時コインの現物 ETF、ティッカー名が GDOG のニュースです。これが承認されれば、ミームコインとしては初の本格的な ETF となり、大口資金の流入につながる可能性があります。また、同時コインのネットワーク面にも重要な動きがありました。キュービックというコミュニティプロジェクトが同時コインのマイニングにハッシュパワーを注入する決議を行い、一時は 51% 攻撃のリスクも挙げられましたが、実際にはネットワークのセキュリティが強化される結果となり、より堅牢なインフラへと進化しました。さらに、クジラ、つまり大口投資家による買い増しも続いています。過去24時間だけで3億1000万同時が購入されたと報じられており、市場では需給バランスの改善が
確認されています。そして話題になったのが新しいプロジェクトであるマキシー同時です。ミーム性を維持しながらも最大1000倍のレバレッジやクロスチェーン対応といった先進的な仕組みを取り入れており、単なるジョークコインから実用性のあるエコシステムへの転換が進んでいるとも言えます。このように同時コインはネタコインとしてのイメージを超えて ETF、ネットワークの強化、新しいプロジェクトといった具体的な成長材料が揃い始めています。投資家にとっては価格のボラティリティに目を奪われがちですが、こうしたファンダメンタルズの変化にもぜひ注目しておきたいところです。それでは最後に今週の暗号資産市場の全体のまとめと今後の注目ポイントをお伝えしていきます。はい。ではここまでビットコイン、イーサリアム、XRP、そして同時コインの動きを見てきましたが、最後に今週の暗号資産市場全体の流れを整理していきましょう。まず時価総額で見ると、今週の市場は一時4兆ドルを突破する場面もあり、資金の流入が加速している印象を受けました。特に ETF 関連のニュースが連日報じられたことで、機関投資家の動きが活発化してきています。フィア&グリッドインデックスはいわゆる市場心理を示す指標ですけれども、これが60代前半を推移しており、やや強気の状態が続いています。これは価格が上下しつつも、市場全体としては前向きなムードが維持されていることを示しています。また注目されているのがビットコインドミナンスの低下です。今週は 57% 台まで下がっており、アルトコイン、特にイーサリアムや同時コインへの資金シフトが進んでいることを表しています。規制面でも大きな動きがありました。アメリカでは CFTC による監視体制の強化、日本では SBI による ETF 申請といった流れが今後の市場成熟を加速させる可能性があります。今後の注目ポイントとしては、やはり各 ETF の承認タイミングとその影響、そして11月に予定されているイーサリアムのアップグレード、不差による技術進化です。さらにビットコインが11万ドルのサポートを維持できるのか、XRP が3ドル台を超えていけるのか、同時コインが ETF の承認を追い風に新たなトレンドを形成できるのか、それぞれの銘柄が新しいフェーズに入る直前の大きな局面に差し掛かっていると言えそうです。ということで暗号資産市場はただの価格の上下ではなく、その裏にある資金の流れや規制、テクノロジーの進化に目を向けることで、より深い理解が得られるタイミングにあります。来週も引き続き、こうした大きな流れを追いながら、皆さんと一緒に相場を見ていけたらいいなと思っていますので、また来週もよろしくお願いいたします。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしていきますので、暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資っていうのが主流になってくると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。